折れた関節の直し方、教えます。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。やってしまいましたね。ポージングを決めている最中、あるいはパーツを外そうとした瞬間、ポキッといくあの嫌な音。ということで今回の動画は、ねじ切れてしまった関節軸を直す方法を詳しく解説していきます。そういう私も先日、こちら昔の動画で軍形ザクをキャンディ塗装にしたやつなんですけど、こちらね、塗装したことによって関節軸が太っちゃって、稼働させるときこうギチギチギチって感じになってパツパツになっちゃったんですよ。これによってね、関節がスムーズに動かなくなってしまって、私普通にキャンディ塗装とかした作品で分度としてポージングさせたりして日夜遊んでるんですけど、こうね、足を稼働させていたところ、ポキッというかぬるっと折れてしまって、ポトリと机に落ちてしまったんですね。なのでニュートンがリンゴを木から落ちるのを見て万有引力の法則を発見したように、私もこの軍形ザクの足がポトリと落ちるのを見て、あ、そうだ、動画のネタにしようって思った次第です。動画も1本上げられるし、私の軍形ザクの足も元に戻る。一石二鳥ですね。しかしね、ただこれを直すだけだったら他の人がやった動画とかもありますし、一瞬で終わってしまうので、なぜ最近のガンプラの軸は折れやすいのかとか、ちょっと小話を交えつつ解説していきます。それでは動画の全体の流れとしては、最近のガンプラはなぜ軸が折れやすいのか、修復に必要な道具の紹介、修復方法実践、まとめ、このような感じでいきます。実際はね、バンダイの開発者さんがしっかり作っているのでね、よっぽど関節軸が折れるっていうことはないとは思うんですけど、簡単に直せますよっていうのを知っておくだけでもだいぶ心にゆとりができると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まずはじめに、最近のガンプラはなぜ関節軸が折れてしまいやすいのかっていうことをちょっとお話しします。でね、最近って言ってるのはね、昔のガンプラよりも最近のガンプラの方が関節軸が折れやすいんですよ。その理由が使用されている材料にあります。ちょっと昔のプラスチック材について語らせてください。昔のガンプラはこういうポリキャップに軸を通して関節を作るっていう構造や、あとはマスターグレードなんかだと内部フレームは ABS っていうちょっと硬めのプラスチック材みたいなやつだったんですね。それが最近のガンプラは強化ポリスチレン、よく KPS って言うんですけど、若干柔らかめの素材に変わったんですね。そして KPS っていうのは多分バンダイの造語だと思うんで、ランナーにはこういう風に PS っていう風に書いてあります。昔の内部フレームとかに使われていた ABS っていう素材は強度が高い、硬くて摩耗に強いっていう特徴があったんですけど、デメリットとしてラッカー塗料とかの溶剤が浸透するとパーツに細かいひびが入ったり、パーツが割れてしまうリスクがあったんですよ。そういうリスクがあったからか、2013年以降ぐらいからは強度と塗装のしやすさを両立した強化ポリスチレンという素材が主流になってきたみたいです。こちらの KPS っていう素材はラッカー塗装をしても割れにくくて耐久性も高いっていうのが売りです。ただし KPS 結構弾力性があるんですよ。簡単に言うと柔らかいってことですね。ニッパーで切ってみても ABS はパチンと切れる感じ。そしてこちらの KPS、表記は PS ですけど、こちらを切ってみるとクニュンと切れる感じなんですね。ランナーの切断面を見てみても KPS の方がちょっとプラスチックが伸びているような感じなんですね。弾力性があるっていうことは曲がりやすい。つまりガンプラの軸とかに使うとねじ切れやすいんですよ。軸って力が回転方向に加わるわけですからね。こちら ABS のランナーなんですけど、今ね、この ABS のランナー回転方向に回してるんですけど、めちゃめちゃ硬いです。全然回転方向に曲がりません。演技じゃないですよ。そしてこちらは KPS のランナー。ちょっと回転方向に力を加えると簡単にねじれてしまいます。なので最近のガンプラは
もちろん軸パーツにも KPS の素材が使われているので、ショーのタイトルにも挙げた通り、最近のガンプラの方が軸がねじ切れてしまうっていうことが多いんですね。私は塗装したんで関節がちょっと太っちゃって軸がギチギチになってしまったっていうのがあるんですけど、塗装しない人、素組みでね稼働させる人も注意しなければいけません。急な負荷が加わって一旦曲がってしまうとピンポイントで柔らかくて脆い部分ができてしまうので、稼働させてるとそこばっかに負荷がかかってしまいには折れてしまいます。ちょっと長くなってしまいましたが、最近のガンプラの軸が折れやすい理由はそんな感じです。次の章から実際に折れてしまった場合の対処方法、一緒にやっていきましょう。はい、続きましてこちらの折れてしまった軸を修復するために必要な道具を紹介していきますが、この軸を直す具体的な手順としては、ここの軸に穴を開けて、そしてそこにね真鍮線、要は大黒柱みたいなものを入れてそれぞれを接着させるっていうような手順です。なのでそれに必要な道具を説明していきます。まず一つ目がこちら、真鍮線です。真鍮っていうのは銅と亜鉛を混ぜた合金で結構な強度があります。5円玉とかにも使われてる素材ですね。そしてね、こちらの真鍮線を使わなくても、ただここを接着するだけでもいいじゃないかってね思う人いると思います。それだとね、また稼働させてると多分折れてしまうんですよ。というのも接着剤って引っ張り方向、こういうね垂直の引っ張り方向には結構強いんですけど、接着面に垂直じゃない方向なので、こうやって接着させるとしたらこういう風にねポキッと折るような方向に対しては接着剤意外と弱いんですよ。なのでその横方向に対する強度アップのために中に真鍮線を仕込むっていうわけです。今回はその辺に 1.5mm のものがあったんでこちらを使いますが、正直 1.5mm だと結構ねニッパーで切る時に大変だと思うんで、取り付けたい軸のサイズにもよるんですが 0.5mm から 1mm ぐらいでもいいんじゃないかなとは思います。ただ可能であれば太い方が丈夫な軸が作れます。続いて必要な道具2つ目がこちら、真鍮線を切るための適当なニッパーです。間違ってもプラモデル用のアルティメットニッパーとか先細薄刃ニッパーとか絶対使ってはいけません。一回真鍮を切っただけで刃がダメになってしまいます。というか多分真鍮線切れないと思います。なのでこちらはダイソーで110円で買ったやつなんですけど、これくらい刃が分厚いね金属の塊のような、こういう雑に使って最悪刃こぼれしてもいいやっていうようなニッパーを使うことをおすすめします。ニッパーじゃなくてもね、ペンチの根元部分が刃になっているようなそういうやつで切ってももちろん大丈夫です。続いて必要な道具3つ目がこちら、ピンバイスです。先ほども言った通り真鍮線を仕込むための穴を開けるために使います。こちらは Amazon で980円で売ってるホルダーとドリルがセットになったものなんですけど、特定の太さの軸1本だけでいいよっていう人は100均なんかでも売ってると思います。でもこうやってねドリルを取り替えられるやつの方がコンパクトに収納もできますので、迷ったら Amazon で私と同じやつ買えばいいと思います。続いて必要なもの4つ目がこちら、接着剤です。今回はねどこにでも売ってるプラモデル屋さんじゃなくても薬局とかスーパーにも売ってるアロンアルファを使いますけど、全然もちろんプラモデル用の接着剤でも問題ありません。以上こちらの4つがあれば軸の修正簡単にできます。一応下の概要欄に Amazon の購入リンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。それではこの道具たちを使って実際に軸の修復やっていきましょう。お待たせしました。ここから実践です。まずはここの軸を取り出すために分解していきましょう。ここで一つ注意点なんですが、パーツを分解するときにはちゃんと説明書改めて確認した方がいいですよ。一回組んだからこうやれば外れるだろうって思ってね、あれなんか外れないって思って力ずくでやってたらまた別のところを壊してしまったなんていうことも私やったことありますので、この軍形ザクの足で言うと、ここのすね当てみたいなパーツを外さないとここのふくらはぎのパーツが開かないっていう構造になってますので、そういうのをちゃんとチェックしてから分解していきましょう。あとはね、パーツの分解なんかにはこういうパーツオープナーがあると便利ではありますが、パーツオープナーを差し込んだところがちゃんとね目立たない位置にパーツオープナー差し込んで外すようにしましょう。
外せましたね。こちらが折れてしまったパーツ軸です。なのでもともとはこういう風にくっついていたっていうことになります。そして今見たんですけど、この軍形ザクのキャンディ塗装したのもう1年ぐらい前なんですけど、なんか接着剤で修復した跡がありましたね。ただ結果的に折れてしまったと。なので接着剤の修復だけではやはり不完全だよっていうことですね。こちらのパーツも取り外しましょう。だからこうですね。こういう風にパーツをくっつけたいよっていうことです。それにしてもすごい関節ですね。足の部分はボールジョイントで、くるぶしの部分がこういう回転方向の動きがあって、さらに足首のちょっと上でこういう動きもするっていう、なんとも凄まじい可動を生み出す技術となっております。そして私が軸が折れてしまった原因としては、こちらを塗装してしまったがゆえに、こことここの軸が太くなってしまったがゆえに、このふくらはぎのパーツの中で全然動かなくなってしまったっていうのが原因にあります。なのでマジスクを使って塗膜を削り取って元の太さに戻るように細くしておきます。もちろん素組みの人はこの作業はやる必要はありません。はい、続きましてこちらに真鍮線を通すための穴をピンバイスを使って開けていきます。今回 1.5mm の真鍮線しかなかったんですけど大丈夫ですかね。ギリギリいけそうですね。なのでこのまま進めていきます。続いてピンバイスを使って穴を開けていくのですが、最終的に開けたい穴は 1.5mm の真鍮線が通る 1.5mm の穴なんですけど、まずはそれよりも小さい穴を先に開けた方が良いです。これは工業的に言えばいろんな理由があるんですが、今回のプラモデルに関して言えば小さいドリルの方が中心に狙いを定めやすいっていう意味合いが大きいですね。なのでとりあえず 1mm の穴を開けます。はい、ホルダーのチャックにこのような感じで挟みまして、壊れたパーツの真ん中に穴を開けていきます。その前にこのままだとドリルビットを回転させてもちょっとずれていってしまいますので、中心の当たりをつけるためにデザインナイフとか、私マジスクでやりますけど、穴を開けたいところにちょっとグリグリグリとやって当たりをつけておきます。そして当たりができたらドリルビットを使って穴を開けていきます。今回のパーツの場合はここにまた別の軸が入るので、深さは 2mm ぐらいいく感じですね。グリグリグリと。はい、穴を開けるとこんな感じ。反対側のこちらのパーツにも穴を開けていきます。ちょっと今回のパーツは穴をまっすぐ開けるのが難しいですね。こういうね、よくある関節軸であればヤスリとかで整えてそのままパーツをくっつけたり、プラ棒なんかをくっつけて軸を作るんですけど、ちょっと今回のパーツはこちら側のね、中心が分かりにくいので、一旦これを簡易的に接着して、このパーツの上からね、まっすぐズドーンと穴を開ける感じで、ちょっと真鍮線の穴を作ろうかなと思います。初心者向けの軸の修復方法とかをやりたかったんですけど、なんかちょっと応用的なマニアックな修復方法になっちゃいましたね。なんかこういう軸でも折れてくれたらね、解説動画作りやすかったんですけど、かといってね、出来合いのものをわざと折るっていうのもちょっとしたくなかったんで、私はこの YouTube のリアルをお届けしますよ。はい、イレギュラーな感じになってしまいましたが、接着剤を使ってこちらくっつけてきました。なのでこれで動画終わりでもいいじゃないかってね、思う方いるかもしれないですけど、これ本当にね、簡単にポキッと折れてしまいますから。なのでちゃんとね、真鍮線を通すっていうのをやりたいわけですよ。はい、ピンバイスでの穴開けに戻りまして、このくらい、貫通しちゃってもいいんですけど、穴を掘り進めていきます。穴を開けるところにマジスクでちょっと当たりをつけまして、ピンバイスを使って穴を開けていきます。ちょっと素手でやって怪我をすると動画終わっちゃいますし、皆さんにも怪我をさせるわけにはいかないので、ちょっとね、安全面考慮してゴム手袋して作業を行います。もちろんね、皆さんも分かってるとは思いますけど、ピンバイス刃物ですので、下手すると指怪我してしまいますので、気をつけて作業しましょう。
ということでね、結局貫通するところまで穴を開けてしまいましたね。まあでも大丈夫です。はい、そしてこのままではもちろん 1.5mm の真鍮線は通らないので、ドリルビットを交換しまして 1.5mm の穴になるように拡大していきます。はい、拡大完了です。これで 1.5mm の真鍮線がこのように入っていくようになりました。改めて思いますけど、軸の修復方法の解説動画でこのパーツ使う人いないよな。まあいいでしょう。はい、これで先ほどの分断したパーツに対してまっすぐになる穴ができましたので、改めてパーツを分断します。まあね、このまま真鍮線差し込めばいけるかもしれないですけど、一応本来のね手順に戻すために一回こちら破壊します。はい、破壊完了です。はい、続きまして真鍮線を片側のパーツに取り付けていきます。そのまま刺すと抜けてしまうことがあるので、先端に接着剤を塗ってから差し込んで固定します。そしてこちらの真鍮線を差し込みます。今回は貫通する穴を開けてしまったので、貫通しないギリギリのラインの深さまでにしておきます。続きましてこちらのパーツをこのように取り付けるので、ここの面から 2mm ぐらいのこの辺をニッパーでカットします。そしてこれがね 1.5mm の真鍮線だと結構硬い気がします。やっぱり硬いですね。ただこちらのニッパーはね100均のニッパーで全然刃こぼれしても替えが利くので、気にせずね切っていきましょう。そしてね、こうやってなかなか切れない場合は真鍮線を回しながらちょっとずつ切っていくと切れそうですね。回しながらちょっとずつ切っていくと簡単に切ることができます。はい、ということでこのように大黒柱ができました。そして最後、あとはこちらに接着剤をつけて相手方のパーツをこのように取り付けたら完成です。一応ね、接着剤をつけてから手こずるといけないので、ちゃんと真鍮線が通ることは確認しておきましょう。で、あとはもうプラスチック同士もくっつけてしまっていいので、接着剤はね、適当に塗ってもらって大丈夫です。そして相手方のパーツを取り付けます。接着剤が乾燥するまでしばらく放置させましょう。はい、あれから2、3時間ぐらい経ちましたかね。ガチガチに乾燥しました。ちょっと折れるのが怖いんでマックスパワーではいかないですけど、接続部分に力を入れてみてもびくともしません。ちょっと今回はね、パーツに対して真鍮線が太すぎてしまったので、なんか真鍮線の琥珀みたいな感じになっちゃってますけど、こういう軸の部分ってね、ガンプラの外装パーツに隠れてしまうので問題ありません。はい、それでは軍形ザク改めて組み立てていきましょう。先ほど取り外しましたもう一方の可動パーツを取り付けまして、こちらも問題なく動きますね。こういう風に動きます。ふくらはぎのパーツに今修理したパーツを差し込みます。そしてもう一方のふくらはぎで蓋をして、この段階でね、しっかり可動を確認しておきましょう。問題なさそうですね。ある程度の渋みがあって、こういう横方向の力に対してもパーツが全然たわんでいる感じがしません。あとはすね当ての部分と、こちらのかっこいいスニーカーのような足を取り付けたら、はい、軍形ザク元通りに修復できました。なんか直してない方の足パーツに比べてかなり合成がしっかりしてるというか、プラスチックがたわんでる感じが全くなくなりましたね。なのでもしかしたら今回修復していない左足の方もまた折れちゃうかもしれないですね。でもね、今回やったようなやり方をすれば元のパーツよりもかなりがっちり硬い関節がね作ることできますので、皆さんもガンプラの関節軸折ってしまった際は今回見た動画思い出してください。以上、ガンプラの関節軸修復方法の実践でした。はい、ということでねじ切れてしまったガンプラの軸を修復する方法を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回はちょっと特殊な軸でしたけどね、厳密には軸とも言い難いですけどね、皆さんが思ってた軸はこういうのだと思うんですけど、これはまたね別の機会にやります。
そして今回の動画で伝えたかったのは、直し方もそうですけど、動かしてる時に万が一ポキッといっちゃってもガンプラって簡単に治るんだぜっていうことです。壊れても直せるんだってね、知っておけば、こうやって動かして遊ぶ時の心理的な負担も少なくなりますからね。かといって人のガンプラを触る時は慎重に触ってくださいね。人のガンプラをあんまり稼働させることはないと思いますけどね。もし今回みたいにね、可動軸が壊れちゃった場合でも慌てずにこの動画のことを思い出しましょう。最後に今回使用した道具たちをおさらいしておきましょう。まずは真鍮線。今回は太さ 1.5mm のものを使用しましたが、がっちり固定できますけど、かなりニッパーで切りづらいと思います。あと今回みたいなちっちゃいパーツの時は 1mm か 0.5mm でも良かったかもしれません。あとはこの真鍮線はウェーブさんの一応プラモデル向けに売られている製品なんですけど、ホームセンターとか100均でももっと大容量でね、安い真鍮線あるかもしれません。でもそういう真鍮線ってこうぐるぐる巻きになってたりしてちょっと取り回ししにくかったりするので、収まりが良くて保管もしやすいのでね、私はこれを買っておけばいいんじゃないかなと思います。続いて真鍮線を切るためのニッパーですね。私はダイソーで買った110円のこちらのニッパーを使ってます。一応何回か 1.5mm の真鍮線は切ってますけど、そんなに刃こぼれはしてないですね。ちょっとこう光が通過しているなっていうような隙間は空いちゃったんですけど、切れ味が落ちてしまったら110円なんでね、また買い替えます。そしてアルティメットニッパーとかね、プラモデル用のニッパーを絶対に使ってはいけませんよ。一発でニッパー終わりますから。続いてピンバイス。こちらもセットじゃなくて一本一本であれば100均とかでも売ってるんですけど、今後もいろんな穴を開けたくなるかもしれませんし、このようにドリルビットを交換できた方がコンパクトに収まりますので、こちらのセットのやつを用意しておけばいいかなと思います。こちらは Amazon で980円で買いました。続いて接着剤。今回はその辺にあったアロンアルファを使いましたけど、私がよく合わせ目消しとかで使っているイージーサンディングとかでも全然がっちり固定できます。一応今回使った道具たちは下の概要欄に Amazon の購入リンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ってなわけでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報や塗装動画なんかをアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。